ライフズギャンブル人生春風会です。はい、ということでね、ついに来ましたエウレカメインイベントデイツ。はい、ということなんですけどもね、春ポーカー本日の深夜2時半ぐらいまで、プレイしてました。時計ないけど現在時刻が同じ日の11時49分、軽くね仮眠取ってすぐ会場来ることになりました。結構眠いんですけどもね、本日も頑張っていこうと思ってます。トーナメント詳細を少し振り返りたいんですが、このトーナメントね、なかなかのビッグイベントなので4017名が参加しています。えぐい参加人数なのでね、かなりの賞金期待できると思います。現在ね、残っている人数が603名、上位 15% 残っている状態となります。Day1 の動画見ていただけたら分かると思うんですけども、春ポーカー現在もうすでにインマネしています。本日も残っていけたら100万円以上、そしてね1000万円以上のね賞金も狙えるようなかなり夢のあるトーナメントになっています。春ポーカー現在ねアベレージの 1.3 倍か 1.4 倍ぐらいを持っている状態なのでね、Day2 でもねしっかり自分のポーカー見せつけていけるスタック持っているかなっていう風に思います。ということで本日はエウレカメインイベントDay2 やっていく。昨日はね40分ブラインド、それでもまあゆったりめなねブラインドやったんですけども、本日からね60分ブラインドということで、実力差がね出やすいようになっていくんで、しっかり立ち回っていきます。現在アベレージが20万点ぐらい、春ポーが28万1000点あります。全然戦っていけるんで、おっさんおるねいけるんじゃないですか。序盤からねアグレッシブに戦っていきます。本日も対戦よろしくお願いします。昨日のエウレカメインイベント Day1 の終了時間が深夜の3時あたりまで続いていたので、めちゃくちゃ眠たいですが集中して頑張っていこうと思います。というところで、このラウンドクイーン10スーツボタンから現在ブラインドは4000、8000、BB アンテ8000の状態です。バブルラインが弾けてインマネが確定した状態なので、 Day1 に自利品戦法でギリギリ残っていたプレイヤーはもう賞金が確定したので、オールインをガンガンかましてくるような状況です。そのような状況でカットオフのプレイヤーがレイズ1万6000点を選択してきました。ボタンでこのハンド3ベットを返してもいいんですが、相手がかなりのショートなら春ポーカーが3ベットして相手からオールインを返されてしまうと、このクイーン10スーツオールインを受けたいハンドではないため、3ベットの選択肢はなくなってコールをしようかなという風に思っていました。ですがここでカットオフのプレイヤーのスタックを確認すると19万点ほど持っているので、3ベットしてもポストドロップを戦えそうな相手のスタック量だなという風に思いました。カットオフからのオープンレンジは広いですし、ここは初っ端から一発かますか。春ポーカーは3ベット4万点を選択。シンプルにスチールできても嬉しいですし、相手がコールされたらポジションもいいので、3ベッター側のレンジを生かして立ち回っていこうと思っていました。相手プレイヤーがまあまあディープということもあるので、オールインだけはマジでやめてください。それだけは本当にやめてと思っていると、カットオフのプレイヤーはコールを選択。デイ2初っ端からいきなり正念場というところで、フロップは654の2ダイヤ。春ポーカード滑り、めちゃくちゃ寒いボードが落ちてしまいましたが、このボードに対して春ポーカー CB を打つか、フリーカードを見に行くチェックを選択するか。今回春ポーカーは相手のスタックに対してカバーしている状況があるので、かなり小さめの CB でもプレッシャーはかかるかなという風に思っていました。春ポーカーにオーバーポケットの可能性が多いからこそ、エースハイヤーキングハイは春ポーカーの CB によってポットを諦める可能性は結構あるボード。小さめのリスクでポットを取れる可能性があるなら、フロップから CB かました方がいいんか。水を呼吸、6桁ねじれるぜ。春ポーカーはポット10万点に対してここで小さい CB ベッド2万5000点を選択。ポットの 25% やけど下ろせるところはそれなりにあると思っていると、相手はここでフォールドを選択。ナイスー。水を呼吸、6桁ねじれチンコー。春ポーカーは相手のスタック事情を考え、リスクを最小化した上で10万点ものポットを獲得。ドローがなくてもシチュエーション次第ではブラフでポットを取ることもできる。息子をねじりまくる春ポーカー。通序盤からしっかりと自分の中でロジックを組み立てたポーカーをできている春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。エース10オフスーツカットオフから現在ブラインド変わらず4000、8000、BB アンテ8000の状況です。デイ2始まって序盤ということもあるので、結構ショートのプレイヤーがテーブルに残っています。割とディープな春ポーカーはこの序盤でショートのオールインをガンガン吸収していきたい、そんなことを思っていると、ここでミドルポジションのプレイヤーが 7BB ちょっとのオールイン6万1000点を選択。このオールインに対してエース10オフスーツ十分にコールできるでしょうと思い、春ポーカーはここでコールを選択。もっと強いハンドならオールイン選択もありでしたが、後に控えているプレイヤーにディープのプレイヤーがいたので、そこにリスクを冒す必要はないかなと思い、春ポーカーはコールをしました。というところで全員降りて、相手のハンドはキング10オフスーツナイスドミってる。春ポーカーの勝率は
はおよそ 75%。 こういうところで下振れんな、頼むぞ。リバーまでなんとか抜けて春ポーカーの勝利。いいぞ、 Day2 序盤から完全にいいスタート切れてる。この流れは優勝あるぞ春ポーカー。ますますディープになってきている春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。10-9オフスーツ BB から。ここでミドルポジションのプレイヤーが 5BB ちょっとのオールイン45000点を選択。10-9オフスーツ、相手のオールインに対してコールしたいハンドではないですが、 5BB オールインはさすがに通すわけにはいかへん。あまり俺をなめるなよ、砂の盾。相手がエースハイとかでもドミってなかったらそれなりの勝率あるということで、春ポーカー BB からこのオールインをディフェンスすると、相手のハンドはキング10オフスーツ。それはだるいって。ドミられていますがフロップに向かいます。フロップはまさかのジャック9-8のレインボー。ターンは4クラブ、リバーは9のダイヤで春ポーカーまさかのオーバーキル。この勝負まで勝つんか。あまり俺をなめるなよ、矛と盾。お前命を大切にしろよ。よっしゃ。ドミってても勝つ、ドミられてても勝つ。こんな日がトーナメントで優勝するときや。運の収束なんてさせんな。ずっと上振れ続けろ春ポーカー。通序盤からこのテーブルで確実にトップスタートを決め込んでいる春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。エースクイーンオフスーツ SB から。 UTG のプレイヤーがすでにレイズ18000点を選択している状況となります。このオープンに対しては春ポーカーコールをするか3ベットを返すかで悩んでいます。トーナメント序盤とかなら3ベットすることの方が多いこのハンドですが、 UTG のスタックを見てみると、ここで春ポーカーが3ベットを返して相手からオールインを返されてしまうと、だるいスタックサイズを持っているなという風に思っていました。さらには UTG からのオープンということもあるので、かなりハンドレンジは強いと思います。ということで春ポーカーはリスクヘッジも含めてここはコールを選択。ヘッズアップでフロップに回る形となりました。まだ相手のポストフロップの印象などはつかみきれてはいませんが、シンプルに硬そうなおじさんだなという風には思っていました。というところでフロップは激アツのクイーン10デュースの2スペードのボード。春ポーカーはトップヒットトップキッカー、さらにはバックドアでナッツフラッシュドローがついている状況になります。めっちゃんこいいボードが落ちてくれたなとは思っていましたが、ボードが完全に相手のボードなのでここはチェックを選択すると、相手は52000点のポットに対してベッド2万点を選択。このボードにおいてはエースキングやエースジャックその他のハンドもかなり CB を打ってくるようなボードだと思っていました。春ポーカー自身エースのスペードも持っているため、フロップからレイズを返さなくても落ち着いて戦っていけるようなハンドを持っているかなと思い、ここはコール止めを選択。春ポーカーのスケアカードとしてもキングぐらいしかないので、そこら辺が落ちなかったら大丈夫って言ったけど、お前キング落としたなディーラー。地獄に落ちろ。そのカードだけはあかんって。フロップで打ちがちなエースキング、キングジャック、エースジャックなどに全てにまくられたような状況となってしまいました。ですが春ポーカーまだまだ商談を目指していきたいハンドを持っているので、ここはチェックを選択。 UTG がチェックバックしてくれたら嬉しいなと思い、相手のアクションを待っていきます。ですが相手はここでベッド5万点。わかりやすく言うとこのベッドはさすがに痛い。先ほども言った通りエースジャック、エースキング、キングジャックなどにはまくられましたし、相手がフラドロで打ってきている可能性があるエーススペードを春ポーカーが抑えてしまっているのもでかいです。相手のブラフレンジの本線をブロックしてしまっている。相手のスタックを見てもリバーでオールインかます気満々のようにも見えます。今回に関しては Day2 序盤ということもあって相手に関する情報が一切ないです。まあシンプルに硬そうなおじさんということもありますし、 UTG からのオープンということをリスペクトして春ポーカーはエースクイーンオフスーツを見せてフォールドを選択すると、相手のハンドはなんと8ポケ。くっそー、このジジイかましてきおる系かや。今回は UTG というポジションからリスペクトフォールドしましたが、もうこのジジイの情報はインプットした。次で取り返せ春ポーカーというところで、アンノウンのジジイにかまされた春ポーカーですが、気を取り直してやっていきたいと思います。というところでこのハンドエースクイーンスーツカットオフからブラインドは変わらず4000、8000 BB アンテ8000の状態です。ハイジャックのプレイヤーまでフォールドされたので、春ポーカーのターンもちろんオープンしていきたいと思います。選んだサイズは 2BB オープンのレイズ16000点を選択。春ポーカー自身がディープでも他のプレイヤーにショートがいた場合、そのショートのプレイヤーを加味した上で戦わないといけないので、トーナメントの中盤戦だったり終盤戦はだいたい 2BB オープン近くのオープンサイズになります。というところで春ポーカーの 2BB オープンに対してボタンのショートのプレイヤーがここでオールインを選択。
このショートのオールインに対してはほぼほぼコールしようと思っていましたが、一応相手のスタックを確認します。ここで相手のオールインサイズが10万7000点、およそ 13BB ちょいということが分かったので、春ポーカーはここでコールを選択。すると相手のハンドはエースジャックスーツでした。オッケー、ナイスドミネーション、これはマジで勝ってくれというところでフロップに参ります。フロップは1078のレインボー、頼む、そのまま抜けてくれ。よっしゃー、どちらも当たらず春ポーカーの勝利。マジで調子良すぎる。エースクイーン VS エースジャックでなんと23万4000点のポットを獲得。その調子でショートを吸収していけ春ポー。というわけで怒涛のデイ2ファーストブラインドでしたが、ようやくブラインド変わってこのハンド68オフスーツ BB から現在ブラインド上がって5001万 BB アンティ1万の状況です。トーナメント終盤では 1BB の価値がかなり重たくなるので、基本的にマルチウェイにならない場合はこの68オフスーツ BB でハンドを捨てることの方が多いです。というところで少し時間がかかりましたが、ハイジャックのプレイヤーがここでレイズ2万2000点を選択してきました。ハイジャックのプレイヤーの特徴としてオープンが多めなところがあるので、誰かが参加してきた場合は春ポーカーも参加しようかなという風に思っていました。というところでハイジャックの2万2000点のレイズに対してボタンのプレイヤーがコールを選択。このアクションに対して SB のプレイヤーが悩まれているので早送りにさせていただきます。というところで SB のプレイヤーがフォールドを選択。春ポーカーのターンとなります。68オフスーツ BB から3ウェイでディフェンスするには十分なハンドかなという風に思い、春ポーカーはここでコールを選択しました。というところでフロップは934のオールスペードのボード。 BB 側に有利なボードではありますが、春ポーカー自身惜しくも絡まずドンクベットができるかと一応考えてはいますが、ドローといっても8ハイのスペードぐらいしかないので、ここは諦めるかということでチェックを選択。オープンが多いとはいえど CB を打たれてしまうと春ポーカーは降りざるを得ないなという風に思っていました。ですがここでハイジャックのプレイヤーはチェックを選択。ボタンのプレイヤーもチェックしてくれたら嬉しいなと思っていた春ポーカーですが、願いが通じたのかチェックバック。ターンに落ちたのは7のハート。これが春ポーカーにとってかなり嬉しいカードが落ちてくれました。ターンカードによって春ポーカーは8のフラッシュドロー、さらにはオープンエンドストレートドローもついた状況となりました。 BB のディフェンスレンジにかなりマッチしたボードではあるので、春ポーカーのレンジ的には2ペアストレートフラッシュ何でも持ち得る状況と言えますし、6さらには8のスペードを抑えていることによってストレートフラッシュのブロッカーを持っています。これはかなりブラフに適したスポットと言えるでしょう。本物を持っている時と混ぜてここは大きめに打ってハイカードを全て下ろす作戦を取りたいと思います。ハイカードのスペード持ちなども確実に下ろすために高めに打ちたいと思いました。そこで春ポーカーが選んだサイズはポット8万1000点に対してベッド5万点、2ペアやストレートなどのまくられやすいカードを持っていた場合、このような高めのベッドを選んでいくと思います。もしコールされたとしても春ポーカー自身ドローはかなりある方。この春ポーカーのベッドに対してハイジャックのプレイヤーが長考に入られるので早送りにさせていただきます。エースハイフラッシュのスロープレーとかマジでやめろよ、頼むから考えといて。皆さん降りなさい。春ポーカーのターンでの高めのベッドに対してハイジャック、そしてボタンのプレイヤーがフォールドを選択。ナイスー、ロジックも綺麗ないいブラフが打ててるぞ。もしもしアップルさん、エアポッツの大きさ私の耳に合わせてくれました？ということで BB のレンジ、さらにはブロッカーを生かして実際に強いハンドを持っていた時と混ぜたいいブラフを打つことができました。スタックが順調に増えてる。ナイス春ポーカーということでね、デイ2初めてのブレイクになりました。春ポーカーこの2時間でドドンと増やして現在なんと65万点ぐらい持ってます。現在アベレージが38万点ということでね、この状況においても2倍弱 1.7 倍ぐらい持ってます。アベレージの全然ある。マジで熱くなってきた。はい、テーブルもね別に悪くはないかなっていう感触はあるんで、デイ2の割には冷静に立ち回っていけたらなっていうふうに思います。春ポーカーのプレー今日もキレッキレ。デイ2ファーストブレイク明けまして、続いてのハンドはこいつだ。エースジャックオフスーツミドルポジションから現在ブラインド上がって1万5000 BB アンティ1万5000の状態です。かなり久しぶりに入ったオープンできるこのハンド、ずっとフォールド続きだったのでここら辺からはかましてやろうと思っていました。そんなことを思っているとここで UTG プラス1のプレイヤーがレイズ3万2000点を選択。これに対して春ポーカーはフォールドを選択するかライト3ベットを返すかで悩んでいました。早めのポジションからのオープンということもあるので相手のハンドレンジそれなりに強いことが多いです。エースジャックオフスーツコールするのはさすがにちょっと弱いかなという風に思っていたので、状況をポラライズさせるためにも積極的に3ベットを打っていくかもうフォールドするかで悩んでいました。
動画になっているからわかるとは思いますが、春ポーカーはここで3ベッドを選択していきました。選んだサイズはリレーズ87000点。春ポーカー自身久しぶりの参加、さらには早めのポジションに3ベッドを返しているので、春ポーカーのハンドとしてはかなり強く見られるかなとも思っていました。このレイズに対して UTG プラス1のプレイヤーが重宝されるので早送りにさせていただきました。というところで悩んでいた UTG プラス1のプレイヤーはここでコールを選択。ヘッズアップでフロップに参る形となりました。ライト3ベッドポット絡まんでもいいけどこちら側に有利なボードくださいというところで、フロップは995の2クラブのボード。春ポーカー自身ドスベリしてしまったものの3ベッター側に割と有利なボードは落ちてくれたなと思いました。というところで UTG プラス1のプレイヤーはこのボードに対してチェックを選択。春ポーカーのターンとなります。春ポーカー自身がこの状況でエースキングとかを持っていたらハイカード系にもコールをさせたいので安めに5万点ぐらいのベットをしていくことが多いですが、ここではエースクイーンやエースキングハイも下ろしたいと思っています。相手のスタック的にも8万点ぐらいベットすればエースキングやエースクイーンは十分にきついはず。ずっとハンドが入らずめっちゃ硬くしていたからこそその印象もついてるはずだと思いました。ということで春ポーカーはこのボードに対してエーシーズやジャックスを持っているぞという気持ちでベット8万点を選択。この春ポーカーのコンティネーションベッドに対して UTG プラス1のプレイヤーが長考に入られるので早送りにさせていただきます。3ベットしたプレイヤーはこのボードが開いた時にかなりの頻度で CB を打つことが多いとは思いますが、春ポーカーが今までハンドを待ってめちゃくちゃ硬くプレイしてきた印象は相手に色濃く残ってるはず。それを加味すると降りるところは十分にあると思いました。すると相手はここでフォールドを選択。ライト3ベッドポットヒヤヒヤすることは多いですがアグレッシブに攻めるからこそ優勝できるチャンスが出てくる。いいぞ守りに入るな春ポーカー。だから流れが良くなったのか続いてのハンドはこいつだ。キングスハイジャックから。先ほどとブラインド変わらず現在1万5000 BB アンティ1万5000の状態です。というところで UTG プラス1のプレイヤーがレイズ3万3000点を選択。プリフロップにおいてナンバー2のこのハンドもちろん3ベットを返していこうと思っています。お互いのスタック量さらには春ポーカーがインポジションのことも考えて今回は3倍弱のレイズ額を選んでいこうと思いました。選んだサイズはリレイズ9万点。このトーナメントのスタートチップが3万点ということもあるのでこの9万点の3ベットはおよそ3300ユーロ日本円にして50万円の価値があるという見方もできます。そう考えるとブラインドが初期に比べてめちゃくちゃ上がっていることがわかると思います。ここで結構考えていた UTG のプレイヤーはまさかのオールイン40万点を選択。春ポーカーはスナップでコールすると相手のハンドはまさかの7ポケ。俺の勝つ確率はおよそ 80%。 この勝負万に一つでも負けるはずがねここやこの超絶ビッグボートで負けたら何の意味もない。頼むフロップはナイス。そのまま抜けてくれ。当たり前だ 80% の勝負負けるわけがねえ。内心ドキドキしてまっちゃということで春ポーカーはこのキングス対7ポケの戦いでなんと84万点という超絶特大ポットを獲得。先ほどのスターティングチップの価値で考えるとこのポットは日本円にしておよそ450万円ポットとなります。これはさすがに脳汁級。ここで春ポーカー再びディープスタックにマジで優勝いけるぞ春ポーカー。はいということでねデイ22回目の休憩になります。キングスでねオールイン買って86万6000点現在持ってます。賞金額とか固まったんでちょっと振り返っていきたいと思います。現状アベレージスタックが60万点に対して春ポーカー 86.6 万点なんでアベレージ以上あります。熱い。そしてね賞金、1位なんと49万6000ユーロ多分7000万円ぐらいかな日本円にして。そして現状ね199名が残っている状態です。4017名中199名なんで上位 0.5% かな。いや5%や。ごめんなさい。現状の確定賞金がこちらですね3470ユーロなんで現状3倍にはなっています。7位から1000万円超えます。デイ3デイ4まであるねトーナメントなんで本日はまず残ってデイ3も残れたら1000万円以上多分あると思います。アベレージ以上ある春ポーカーナイスよな。キングス勝ちてこあったーってことで一旦休憩します。ということでね、ブレイク開けましてカラーアップされました。見てくれこれ10万点チップ出てきました。ドス黒いです。黒を増やしていこうぜ。頑張ります。というところで今回のハンド春ポーカー自身は参加していないのですが春ポーカーのライブ実践の中でも衝撃的なハンドに出会ったのでご紹介していきたいと思います。春ポーカーはミドルポジションからキング5オフスーツが入っていました。現在ブラインド1万2万 BB アンティ2万の状況で割とマニアックなプレイを好む UTG のプレイヤーがここでコールを選択。このリンプに対してアーリーポジションのプレイヤーがおそらくレイズ5万5000点くらいを選択されていたと思います。このレイズに対しては春ポーカーキング5オフスーツでもちろんフォールドを選択。このアーリーポ
ポジションのレイズに対して UTG のプレイヤーがコールしたところから映像が撮れているので切り替えていきたいと思います。というわけで春ポーカー抜きのヘッズアップでフロップに参る形となりました。フロップに落ちたのはエース10-4の2スペードのボード。 UTG のプレイヤーはマニアックなプレイが好きで先ほどから結構ポットを荒らしていたので、今回も UTG からのリンプという結構特殊なアクションを取られているので、もしもショーダウンまで行けばハンドが見ものだなという風に思っていました。というところで UTG のプレイヤーのチェックに対してアーリーポジションのプレイヤーがここでベッド6万5000点を選択。この標準的な CB に対して UTG のプレイヤーは少し考えて、なんとここでチェックレイズ13万点を選択。お、これは UTG からリンプエーシーズか、そんなことを思っているとまさかのアーリーポジションがオールイン、それに UTG がコール、どうなってんねや。お互いのハンドはまさかのテンズ対エースジャック。 UTG のプレイヤーがフロップミドルセットでした。ターンに落ちたのはジャックハート、そしてリバーはまさかのジャックスペード。この超絶デカポットでエースジャックがまさかの鬼まくり。春ポーカー自身もさすがにヤバすぎるとこの表情。以上衝撃映像でした。あらしたやばいぐらいハンド入らないです。1時間一生コールドします。我慢や春ポーカー。というわけで愚痴をこぼしてしまうほど全くハンドが入らない春ポーカー。ブラインドも上がってきているのでじりじりスタックを減らされています。というところで UTG のショートのプレイヤーがここでオールイン25万点を選択。そしてここで春ポーカーにようやくプレミアムハンドエースキングスーツが SB から入りました。現在ブラインドは1万2万5000 BB アンティ2万5000ということで、今回 UTG のプレイヤーのオールインは 10BB のオールインとなります。もちろんこのオールインに対しては春ポーカーコールする気満々。むしろ他のプレイヤーまで巻き込んでオールイン対決ができたら嬉しいなとまで思っていました。ですが春ポーカーの右のボタンのプレイヤーまでここでフォールドを選択。春ポーカーのターンとなりました。もちろん春ポーカーコールするんですが、少し悩むふりをして BB も巻き込めたらいいなと思いながらここでコールを選択。 BB のおっちゃんエースクイーンとかで突っ込んでこい。ずっとハンドこうへんかったんやからここは上振れて。そんなことを思っていると BB のプレイヤーはここでフォールドを選択。少し画面が揺れてすいません。春ポーカーがエースキングスーツをショーすると相手のハンドは3ポケ。くっそー、フリップ勝負か。確率はおよそ 50% だが違う。ギャンブルの神様が俺に来ると言っている。いけー。この 50% を取ってこそポーカーの大会で優勝できる。ずっとハンド入らんかったんや。ここで上振れてくれ、頼むからエースキング当ててくれ。くっそー、リバーまでエースキング引けず春ポーカーの負け。なんでギャンブルの神様愛してや。ということで春ポーカー久々に入ったプレミアムハンドでしたが、フリフロップオールインの 50% 勝負に負けるという辛い結果に終わってしまいました。ここでスタックを結構削られてしまいましたが、チップがある限りまだトナメの夢はついえてません。次でかませ春ポーオールイン対決で負け、ついにはショート側になってしまった春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。エース7スーツボタンから現在ブラインド変わらず1万2万5000 BB アンティ2万5000の状態で、春ポーカーは20万5000点しか持っていない状況になります。 8BB ぐらいしか持っていない状況なので、このハンドはプッシュハンドになると思います。というところでここでカットオフのプレイヤーがレイズ6万点を選択。カットオフはボタンの次にオープンレンジが広いポジションですし、 8BB しか持っていない状況でこのエース7スーツこのレイズにかぶせてオールインしていいハンドだと思います。頼む、スチールさせてくれ。オロチマルからも頼んで。口寄せの術江戸晴美。ということで春ポーカーカットオフのオープンに対してここでオールイン20万5000点を選択。スチールでいいから頼む、ここまで必死に残ってきて。こんな微妙なところで飛ぶんだけは絶対に嫌や。 SB、BB のプレイヤーをホールドして悩んでいたカットオフのプレイヤーはここでコールを選択。春ポーカーが A7 スーツをショーすると相手のハンドはジャックインオフスーツ。よし、現状勝ってる。頼むからここだけは下振れんな。フロップに落ちたのは10-7-3の2スペード。ターンカードは6スペード。それはやばい。危ねえ。リバーまで抜けて春ポーカーの勝利。私の野望は止まらない。と
ということで春ポーカーはエース7スーツ対ジャッククイーンオフスーツのプリフロップオールイン勝負で勝利。ターンカードのおかげでめちゃくちゃヒヤッとしましたが、なんとか47万点のポットを獲得。これでまた 20BB に復活や。まだまだ戦えるぞ春ポーカー。はい、ってことでね、ブレイクになりました。まあね、こんだけハンドハイランクってエスキングも勝てんかったし、まあしゃあないと思います。ちょい減らし、次がきついな。もう1万5000、3万とかなるんで、50万点も 20BB 以下なるんで、プッシュはホールドっていう戦い方になると思います。一発ダブルアップしたい。それしたら全然あるから、ちょっと休憩します。一旦ブレイク開けてショート気味の春ポーカーですが、まだまだ頑張っていきたいというところで、このハンドジャッククイーンオフスーツ BB から現在ブラインド上がって1万5000、3万 BB アンチ3万の状態です。 BB で絶妙に微妙なハンドが来たなと思う春ポーカーというところで、ハイジャックのおじいちゃんプレイヤーがレイズ6万点を選択。 BB からこのハンド、本当に強いハンドを持っている時と混ぜて、一部このようなハンドでもスチールを狙ってオールインを返してもいいとは思っています。ですが相手プレイヤーがめちゃくちゃ硬いおじいちゃんということもあったので、オールインは少しリスキーかなというふうに思いました。ということで春ポーカーは BB でディフェンスを選択。こういう 1BB1BB が大事な局面、頼むから絡んでくださいと思っていると、フロップに落ちたのはクイーン9-4の2スペードのボード。春ポーカーにとってかなり都合のいいボードが落ちてくれました。ですがドンクベットはせず、ここはチェックを選択。相手からの CB を待っていきたいと思います。するとハイジャックのプレイヤーはここでベッド7万5000点を選択。春ポーカーはトップヒットに加えてバックドアでストレートドロー、さらにはフラッシュドローがある状況になります。レイズを返してもいいハンドではありますが、ターンリバートを見ていきたいハンドでもあるので、ここはコール止めでいいかなというふうに思っていました。相手の特徴的にも硬いというところがあるので、春ポーカーはここでコールを選択。エースやキングだけは絶対に落とさんといてくださいというところで、ターンはキングのスペード。クイーンヒットに対してのオーバーカードは落ちてしまったものの、フラッシュドローやストレートドローが伸びるターンカードとなりました。このターンカードに対してもチェックコール体制でいいかなと思い、春ポーカーはチェックを選択。すると相手プレイヤーはスナップでチェックバック。リバーに落ちたのは3のハート。このリバーカードに対して春ポーカーベッドを選択するか、チェックコール体制を取るか。今動画を見返していると、リバーでは小さめのベッドを打って10追加のポケットペアだったり9ヒットあたりに新バリューを打った方が良かったかなと思いましたが、今回春ポーカーはチェックコール体制を取ることにしました。するとハイジャックのプレイヤーはスナップでチェックバック。春ポーカーがジャッククイーンオフスーツをショーすると、ハイジャックのプレイヤーはハンドをマック。リバーはどちらかというと少しもったいないことをしてしまったかなと反省する春ポーカーですが、トーナメント終盤戦で賞金もガンガン上がっているような状況です。その中でリスクヘッジしたプレーはできているでしょう。ナイス春ポーカーで、先ほどのジャックインオフスーツで少しスタックに余裕が出てきた春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。パックンスーツ UTG プラス1から現在ブラインド変わらず1万5000、3万 BB アンティ3万の状態です。スタックサイズ的にもオープンするかフォールドするかギリギリのラインではありますが、ハンドレンジを散らすためにも今回はパックンスーツでオープンしていきたいと思います。春ポーカーが選んだサイズはレイズ6万5000点。この春ポーカーのオープンに対してハイジャックのプレイヤーが少し悩まれるので早送りにさせていただきます。春ポーカーのスタック的にもいつ飛んでもおかしくないようなこのプレッシャーのかかる状況。そのような状況で春ポーカーのオープンに対してハイジャックのプレイヤーがここでコールを選択。ちなみに補足情報として、このハイジャックのプレイヤーは結構な頻度で会場にいるマッサージのお姉さんにマッサージをしてもらっているおっさんですが、マッサージの手が自分の体の前方、おそらく乳首あたりに来るとマッサージのお姉さんを見つめるという特徴を持っていました。そのような特徴も加味して臨機応変に立ち回っていけたらなというふうに思っています。というところで BB のプレイヤーもコールして3ウェイでフロップに参ります。フロップに落ちたのは953のレインボーボード。このボードに対して BB のプレイヤーはチェックを選択。春ポーカーのターンとなります。春ポーカーはボードに対してトップヒット、さらにはバックドアでフラッシュドローだったりストレートドローがある状況と言えます。落ちたら嫌なオーバーカードも多い状況ですし、もちろん CB は打っていこうと思います。フロップは春ポーカーがエースハイなどを持っている時と混ぜて安めに打つことで、相手の2オーバーのハイカードだったり7ポケ6ポケなどのポケットペアに対してバリューを打っていこうと思いました。さらには BB のディフェンスレンジに5ヒットや3ヒットをしているハンドは十分にあると考えていたので、そこら辺からコールをもらえたら嬉しいなというふうにも思っていました。ということで春ポーカーは24万点のポットに対して 25%CB のベッド6万点を選択。かなり安く打つことによって広めのレンジからコールをもらえる作戦を取りました。というところでハイジャックのマッサージおっさんがコールを選択。とりあえずワンコールもらえて嬉しい春ポーカー。ターンではオーバーカードが落ちてほしくないなというふうに思っていました。春ポーカーのベッドハイジャックのコールに対して BB のプレイヤーは少し悩んでここでフォールドを選択。ヘッズアップになってターンに向かう形となりました。お願いします、オーバーカードは落とさんといてくださいというところでターンに落ちたのは4のスペード。春ポーカーにとってはかなり都合のいいカードが落ちてくれました。
ターンベットすると2オーバーはさすがに降りてしまうとは思いますが、6ポケ7ポケに対してはターンでも引き続きバリューを打てるカードが落ちてくれたなという風に思いました。 UTG プラス1のオープンに対してのハイジャックの高レンジに6ポケだったり7ポケは十分にあり得るかなと思っていたので、そこに対するバリューベッド兼エースハイもワンチャンガットショットがついたことによってタフコールしてくれたら嬉しいなとも思っていました。キングクイーンやキングジャックは全然エクイティの確保的にも降りてくれていいので、春ポーカーはターンでベッド16万点を選択。ポットに対してハーフベッド以下ではありますが、相手のスタックを考えると結構プレッシャーのかかるサイズだとは思っています。ここでレイズが飛んできたら悶絶しますが、その時はその時で考える。相手プレイヤーは春ポーカーのこのベッドに対して少し考えてここでコールを選択。ポットサイズ的にもかなりでかい勝負になってきました。リバーではエース、デュース、キングあたりが落ちたらマジで嫌や。ディーラーさんそこんとこ頼みますよ。というところでリバーは5のダイヤ、ナイス。春ポーカーこのリバーに対してベッドを選択するかチェックを選択するか、さすがにリバーまで打ってしまうとバリューターゲットはもうないんじゃないかなと思っていました。春ポーカーの見立て通りに相手が6ポケや7ポケを持っていた際にはチェックバックしてくれそうだなと思ったので、春ポーカーは商談を目指してチェックを選択。頼むからチェックバックしてくれと思う春ポーカーですが、相手は何やら考えています。現在ポットは68万点、そのポットに対して相手はここでオールイン30万点を選択。それだけはやばいって。春ポーカーのスタック的にも残り40万点ぐらいしかないため、もしコールして負けたらほぼほぼこのトーナメントの終了のお知らせとなります。めちゃくちゃきつい展開ですが、冷静に相手のハンドを考えていきたいと思います。まず相手がバリューハンドとして打ってきているところで言うと、テンズジャックス3ポケぐらいが濃厚かなという風に思っていました。ですがこちら側にエーシーズキングスクイーンズが一部あるため、テンズやジャックスあたりのハンドだとリバーで止まるプレイヤーもそれなりにいるんじゃないかなという風にも思いました。ドロップがめちゃくちゃドライだったことからセットのスロープレイはあるとは思いますが、リバーの5ダイヤで5ポケの可能性をかなり消してくれています。さらには春ポーカーが9を抑えていることから相手が9ズを持っている可能性もかなり消しています。そうなると本当に怖いのは3のポケットぐらい。ブラフキャッチにはかなり適しているハンドとシチュエーションだと言えると思います。相手のブラフハンドで言うと頑張って2回コールしてしまった2オーバーのハイカード、さらには6ポケなどで負けていると考えてリバーでブラフに変えてきたパターン。1万ユーロのトーナメントにも出ていたので、相手プレイヤーはおそらくそれなりの上級者。あまりドローハンドが見つかりにくいこのボードだからこそ相手がブラフをかましてきている可能性はあると思いました。すでにポットに入っている額としても68万点と相当なポットになっています。そう考えるとこのオールインサイズ、おそらく 25% ぐらいブラフが混ざっていれば長期的に見てコールをした方がいいというスポットになります。生きるか死ぬかをかけたこのポット、めちゃくちゃ怖いけど覚悟を決めろ。どういう依頼？指示その春ポーカーはここで悶絶しながらもコールを選択すると、相手のハンドはキングクイーンスーツ春ポーカー超絶神ブラキャッチ。俺は海賊狩りのゾロだ。ここで喜びをかみしめる春ポーカー、マジでこれは気持ちよすぎた。春ポーカーはなんと128万点ポットをここで獲得。この一撃でトナメを飛ぶかどうかという瀬戸際でしたが、めちゃくちゃ焦りながらも冷静に状況を判断して、これ以上ないブラフキャッチハンドを持っているなと思い春ポーカーはコールをしました。いいぞ土壇場での心臓の強さ、えぐいぞ春ポーカー。春ポーカーのアパレルブランドノーリミットが YouTube 概要欄で絶賛発売中。ポーカーで買ったら買ってください。登録もよろしくね。